今日はメジャーな音楽ジャンル紹介の第2回として R&B を解説していくよ。 R&B はリズム&ブルースの略で、名前の通りブルースから発展したジャンル。ただ初期の R&B は現代の人が想像する一般的な R&B の曲調とは違っているよ。初期の R&B が成立してから40年後、1980年代に R&B は現代風にアレンジされた。その R&B をコンテンポラリー R&B と呼ぶ。現代の人がイメージする R&B はこっちだね。スノで R&B と入れて生成される曲もこのコンテンポラリー R&B の方だよ。そして今日の動画で解説する R&B もコンテンポラリー R&B のことだけにする。初期の R&B も魅力的な曲ではあるけど、時間の都合上今回は解説しないよ。それじゃ本題に入ろうか。まずは20世紀の R&B から紹介していくよ。2000年以前の R&B を作るのであれば、まあ R&B スタイルが一番無難だと思う。ただこれは今更紹介するまでもないから、他の関連スタイルを3個ほど紹介するね。アーバンコンテンポラリーは1980年代のポップソング全般のことを指す言葉だよ。当時は R&B が流行していたから、アーバンコンテンポラリーも R&B 系の曲になる。ただ R&B よりも80年代の洋楽の影響を強めに受けた曲になることが多いかな。ニュージャックはジャズやファンクと R&B を融合させた1980年代の音楽ジャンル。ドラムの音が強調されるのが特徴かな。特にスネアドラムの音が目立つよ。ヒップホップソウルは1990年代のジャンル。R&B の歌プラスヒップホップのリズムが特徴だよ。スノでもヒップホップの曲調の中で熱唱するような曲が生成される。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を作るか実例を聞いてみよう。僕らは
20世紀の R&B のいろいろなジャンル、それぞれの曲を聴いてもらったよ。このジャンルって R&B なの？そんな疑問を持った人もいるかもしれない。ただ今回紹介したジャンルはどれも英語ウィキペディアで R&B カテゴリーに入ってるよ。私は基本的に英語ウィキペディアのジャンル区分に従うからその点は了承してね。メジャーなジャンルは派生が多すぎて明確に区分するのが難しいんだよ。それじゃ次は21世紀の R&B、 最新の R&B ジャンルを紹介していくよ。オルタナティブ R&B は21世紀の R&B の総称として使われる言葉。スノだと R&B から古い漢字を抜いた現代的な R&B を生成する効果があるね。ラテン R&B は名前の通りラテン風の R&B を作る音楽ジャンルだよ。ラテンも R&B も古めの音楽ジャンルだけど、ラテン R&B が流行したのは最近の話になる。だからラテンや R&B の古さはあまり出ず、結構現代風な曲調になることが多い。プラグン B はプラグミュージックに R&B の要素を加えた音楽ジャンル。まずそもそもプラグミュージックが日本だとあまり馴染みがないかもしれないね。まあ言葉でどんな曲か説明するより実際に聴いてもらった方が早いかな。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を作るか実例を聞いてみよう。僕らはまた歩いてく終わらない旅の途中、星の下で誓った言葉問いかける声はどこに。僕らはまだ歩いてく終わらない旅の途中、星の下で誓った僕らはまだ歩いてく終わらない旅の途中、星の下で誓った言葉問いかける。僕らはまだ歩いてく終わらない旅の途中、星の下で誓った言葉問いかける声はどこに。僕らはまだ歩いてく終わらない旅の途中、星の下で誓う言葉。僕らはまだ歩いてく終わらない旅の途中、星の下で誓った言葉問いかける声はどこに。21世紀の R&B のいろいろなジャンル、それぞれの曲を聴いてもらったよ。 R&B はメジャーな音楽ジャンルだから、そこから派生した音楽ジャンルもいろいろとある。好みに応じて今日紹介したような派生ジャンルのスタイルを使っても面白いよ。それじゃまたね。